んにちは、プラモアイドル高坂ティノです。今日も始まりました、もけんち TV。今日はですね、ハロー1個目塗装したいと思います。じゃん、こちらのハローですね、30個作ったハローなんですが、皆さんのリクエストをいただいた中からですね、塗っていこうという感じで、1個目になります。やっと1個目。まあ30個もある。頑張って塗りたいと思います。で、何塗ろうかなって迷ったんですけど、今日は、大理石塗装っていうのをやってみようと思います。塗装をエアブラシで今日していこうと思いますので、この状態で始めていきます。はい。で、本当は塗装するときは、マスクとかをですね、厳重にしていただいて、この状態でやってもらいたいんですけど、もうこの通りですね、声がこもって全然お伝えすることができないので、今日つけないんですが、お許しください。皆さんつけてね、絶対ね。はい。では、早速塗っていきたいと思います。黒サフっていうのを塗っていきたいと思います。黒サフというのはですね、こういったプラスチックに食いつきを良くする下地体のようなもの、サフェーサーが入っている黒色の塗料になります。で、結構これがですね、マットでいい感じになるので、そのまま黒の代わりにですね、これを吹いていきたいと思います。で、もうこれ塗料入れてある状態なので、そのまま吹いていきますね。で、丸いんで、絶対にいきますね。ここはね、全体にベタ塗りすればいいので、ざっくりと塗っていきます。そうこう言ってる間に、だいぶ黒くなりました。一通り。中までは塗る気ないので、ざっくりとこんな感じで黒いハロができました。黒ですね。はい。今度はこちらに網目状のものをかぶせていきます。で、その上に白色を塗ることによって、白が上から乗って黒い線だけがその網目がかかった感じで残ると大理石っぽくなっていきます。で、その網目をどうやって作るかっていうのがポイントになるんですけど、こちら、今回はですね、アルコール除菌のウェットティッシュ。普通にアルコール除菌とか関係なくウェットティッシュだったらいいかなと思うんですけど、こちらを使っていきたいと思います。なんでウェットティッシュがいいかというとですね、こう、出すじゃない？で、出した後に、これでね、伸ばしていくとね、結構網目状になるんですよ、こうやって。ほら。ほら。ほらほらほら。ほらほらほら。ランダムな網目がこうできてくることないですか？これ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 。これをハロの上にですね、乗せて、こう、かぶせた後に白を吹くことによって、このランダムなこの模様がハロに残るということですね。これは乾いてない状態なので、このままいくと、アルコールこれついてるじゃないですか。そうすると塗料が剥げてしまう恐れがあるので、乾かしたものを用意してます。じゃん。こんな感じの網目がいい感じになってます。で、なぜウェットティッシュを使うかというと、よくこういう大理石の塗装をするときは、蚕だったりとかですね、っていうのを使って、こう綿を広げてやるんですけど、コスト的になかなかかかるのと手に入れにくいので、これぐらいのね、ウェットティッシュとかだったら、コンビニとかでももらえるじゃないですか。で、そういうのを広げてやってもらったら、試せるかなと思うので、気軽に試しやすいかなと思います。じゃあ、この網目のものを、このハロちゃんにですね、巻いていきます。よいしょ。ざっくりこうファサッと巻いたところの網目がそのまま残ることになるので、できる限り被らないようにこうね、引っ張りつつ伸ばしつつで塗っていきたいと思います。多分下の方はうまくいかないかも、この感じだと。結構こうね、網目になってるのが見えるでしょうか。いい感じ。やば、これで綺麗にいけたら嬉しいな。重なる量を減らす。よし。よし。いいんじゃないでしょうか。じゃあこんな感じでいきたいと思います。で、これがね、動いてしまうと、どうしても目が変わったりとか、乾く前にですね、ずれちゃったりとかしちゃうので、一回ですね、根元だけでいいので、マスキングテープで留めたいと思います。よいしょ。適当でいいですね、この辺はね。
ずれなければいいので、ざっくり止めればいいかな。こんな感じ。イエー、飴ができました。いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。ちょっと期待ができる。これが色が反転すると思ったらいいです。ここから白吹くので。はい。なんか私結構白とか黒とかよく使う色はすごいことになってますけど、こういう瓶の中にもう薄めた状態で残してあるんですよ。なのでもう瓶から出せばそのまま吹ける状態にしておくと結構便利です。すごい汚い字でホワイト一発よし、では早速吹きつけていきたいと思います。吹いていきましょう。正直ね、どこを拭いてるか分かんない感じになっちゃうんですけど、黒がなくなればいいと思って潰していきます。こんな感じで塗っております。こっち塗ってない、塗った、分かりやすいですね。塗ってない、塗った、はい。何回もこう重ねていきます。どうしても下が黒なので濃い色の上にのせる明るい色っていうのは発色しにくいんですよ。なので1回と言わず乾いてきたなっていう時にもう一回のせていく感じで発色させていきましょう。黒拭いた後に網目をかけて白を拭くと、すごいシンプルな工程をしています。果たしてどんな大理石っぽい柄になってくれるんでしょうか。ちょっと楽しみですね。いやー、これどんな目になるか超楽しみですね、これね。はい、もう真っ白になりました。いいですね、いいですね。で、乾かしてから必ず剥がしていきます。乾かす前にやってしまうとどうしてもブニュってなったりとか、ちょっとですね塗装面が剥がれてきたりとかっていうことがあるので、ちょっとこれ辛抱して待ちたいと思います。はい、ちょっと待ってですね、乾いてきましたのでこちらを剥がすところいきたいと思います。一番楽しいところですね。今乾いてこんな感じになってます。ちょっと白を塗装してモコモコした感じになってますけど、これが一番ね緊張するというか楽しい時間ですよね。なんかあれだね、ハロウィンの飴を解いてるみたいだねじゃらんじゃらんじゃらじゃら。下の方はねこのギュッて集めた分どうしてもこう黒目の線がこうね残ってるんですけどね。ボテンしましたが、やば、いい感じじゃない？ほら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 、超かっこいいんだけど、やば。てってれーてってれー、もうハロの面ここにあるんですけどわかんないぐらい。てってれー、すごい綺麗。ここはね凝縮したので申し訳ない。こうやって置く感じで、じゃじゃらーん、大理石っぽーい、イエーイ、いいですね。あとはちょっと残ってるこういうね毛はねちょっと取りましてですね、思った以上にいい感じになってる。嬉しいですね。これはいい感じじゃん。超簡単。大理石こうね、網目が濃かったところはこうやってね黒目に残るんですけど、そうでちょっとねもやがかかったところもこういう細かい線として残るので、自分でね細拭きしてもちょっと表現できないような感じをさっきのウェットティッシュのマスキングでやってます。あとここにですね大理石ってテカテカツヤツヤな感じがあると思うのでクリアをかけていくんですけど、その前にちょっと目ん玉だけねなんか同化しすぎてどこに目あるかわかんない感じなので塗ってあげたいなと。開けたら普通のハロなんだけど、塗っていきたいなと思います。
大理石の豪華な感じなので、今急いでお水とですね、こちらシタデルカラーのリトリビューターアーマーというですね、かなりゴールドの強い綺麗な色を持ってきました。で、こちらを使ってとりあえず目ん玉だけ入れたいと思います。もう目ん玉だけ入れたハロさんにこうね、もう一度付け直していきますね。やっぱ名もなゆりは目立って可愛いかなと思います。こちらですね、塗っていきたいと思います。はい。塗りましょう。よし。では、クリアはですね、私クリアだけ専用にこう、他のハンドピースを実は使っていて、トリガーというタイプになります。トリガーっていうのはもうこれ引くだけで出るようになってるので、クリアだったりとか、サフだったりとかはすごい使いやすいものですね。で、使い分けたりするのも、ご予算ある方は楽かなと思うので、いろいろ使ってみてください。テカテカにしていきたいと思います。クリアの拭く時のコツなんですけど、これかなり厚めに私一気に拭く派なんですね。っていうのも、クリアの層を作らせる時にこう綺麗になだらかになるようなぐらいまで吹きかけてあげる方が艶のある面を出しやすいと思います。これもね、好みなんですよね。途中で研磨かける人とかももちろんいるので、私は時短でこうやって塗ってます。垂れるか垂れないかぐらいのところで止める。こんな感じでツヤツヤに今なっております。これ何層ももう拭いてもいいかなと思うんですけど、これくらいで今回は終わりにしたいと思います。飴みたいな大理石ハローですね。はい、ということでエアブラシを使った大理石の塗装やってみましたが、いかがでしたか？すごく簡単だと思うので、ぜひ皆さんもウェットティッシュを引き伸ばしてやってみてください。今日のもけんち TV も見てくださってありがとうございました。またね。バイバーイ。